深夜に定食サイトを開いて何も応募せずに閉じる。今夜で資格の本を手に取って棚に戻す。起業した同期のニュースを見てその夜だけ眠れなくなる。多分誰にでもこういう夜があります。で、よく朝はちゃんと同じ電車に乗るんです。これでいいのかという声は消えていません。ただ、挑戦しろという言葉は世の中に溢れているのに、挑戦できない理由の方、つまり怖さの方は誰もまともに扱ってくれない。今日はその怖さの話です。宇宙兄弟という漫画に南波ムッタ、通称ムッタという男がいます。31歳、自動車会社の開発部員。子供の頃、弟と一緒に UFO を見て2人で宇宙へ行こうと約束した側の、つまり夢を諦めて普通に収まった側の人間です。弟の日々は約束の方を守って宇宙飛行士になっています。で、ムッタはある日、その弟をバカにした上司に頭突きをかまして会社をクビになる。面白いのはここです。自分の人生には何もしなかった男が切れたのは自分のためではなく弟のためだったんです。31歳、無職、実家、年下の弟は月に行こうとしている。なんとなく収まっていくどころか収まっていた床ごと抜けた状態です。ここから彼は宇宙を目指すことになるんですが、注目してほしいのはこの後彼が何一つ克服しないことです。弟が勝手に送っていた宇宙飛行士選抜の応募書類と、あの約束を覚えてるかという伝言。それだけをもってムッタは試験に行きます。心配性のまま、石橋を叩く性格のまま、そして面接であの有名な一言を言うんです。俺の敵は大体俺です。自分の敵は自分。つまり彼は自分の怖がりを誰よりも知っているんです。知った上でそれを直すのを後回しにして先に踏んだ。怖がりを直さないまま宇宙を目指した。この順番は今日の話の心臓部です。一方の弟日々と、こちらは恐れを知らないタイプの天才です。迷いなく決めて迷いなく踏む。日本人で初めて月面に立つところまでほとんど一直線に行きました。世間が思い描く挑戦の見本みたいな男です。その日々が月で死にかけます。月面の斜面から滑り落ちして酸素の残りが尽きかけて暗い谷の底で救助を待つ事故。迷いなく踏み続けてきた男がそこで初めて怖さというものにまとめて出会うんです。生還した後、彼はパニック障害になります。宇宙服を着ると呼吸ができなくなる。恐れを知らなかった男のところにそれまで払ってこなかった怖さの請求書が一括で届いたような状態です。ここからの日々がいいんです。彼は怖さが消えるのを待ちませんでした。アメリカで飛べなくなったらロシアに渡って訓練の場所とやり方を変えて怖さを連れたままもう一度宇宙服の中に戻っていく。怖さを知らなかった男は怖さと一緒に帰ってきたんです。ここで3000年前の本の話をさせてください。易経という本があります。人間に起きる変化のパターンは64個順番に記録されている古代中国の本です。その64個の中に挑戦そのものを扱った形があります。理と書いて理組むという意味です。理の絵は強烈です。虎の尾を踏む。目の前に虎がいて、その後のすぐ後ろを歩いていく。虎はリスクでも強い相手でも新しい仕事でも何でもいい。要するに踏み出したら何が起きるかわからないあの一戦のことです。この理には段階ごとの注釈がついています。その4段目にこうあるんです。虎の尾を踏む、サクサク、ついに吉。サクサクというのはビクビク怯える様子のことです。ビクビクしながら踏むものが最後には吉。易経は挑戦の場面で怖がるなとは一度も言っていないんです。では誰が虎に噛まれるのか、3段目に書いてあります。片方の目でもよく見えていると思い、悪い足でもよく歩けると思うもの。つまり自分の実力が見えていないものです。噛まれるのは怖がるものではないんです。自分が見えていないものなんです。もう一つ、5段目には帰り、決然と迷いなく踏むことについて正しくても危ういと書いてあります。思い出してほしいんですが、迷いなく踏んで月で死にかけたのは弟の方でした。ビクビクしながら踏んで受かっていったのが兄です。あの兄弟は3000年前の注釈をそのまま演じているんです。この目で今の世の中を見ると奇妙なことに気づきます。書店の自己啓発の棚は、要するに怖さを消してから臨めと言っているんです。マインドを整えてから、自己肯定感を上げてから、準備が整ったらいつか。
そして SNS には決然と踏んだ話だけが流れてきます。会社を辞めて起業しました。思い切って海外に移住しました。あれは嘘ではないんでしょうが、ビクビクしながら踏んだ後もビクビクしていた人の話は流れてこない。絵にならないからです。その結果、私たちは決然と踏める日の自分を待つようになります。勇気が出たら、お金が貯まったら、家族が落ち着いたら、怖さが消える日を待つ待合室で持ち時間だけが減っていく。挑戦の反対は安定ではなくて、多分この待合室なんです。正直に言うと、私もこの待合室の常連です。で、通ってみて気づいたことがあります。怖さというのは、失うものが見えている人にしか湧かないんです。家族、生活、積み上げてきたもの、それが見えているから怖い。つまり怖さは客観ではなくて、自分が見えている証拠なんです。ちなみに、そもそも何に挑戦すればいいのかわからない、得意なことか好きなことかという迷いの方にも、駅今日は別の形をちゃんと用意しているんですが、長くなるので、それはまた別の回で扱います。ムタは物語の随分先の方までずっと怖がりのままです。それでいて、誰よりも慎重に、誰よりも遠くまで行く。あれは怖さを克服した人の物語ではなくて、怖さを連れて歩いた人の物語なんです。勇気が出る日は多分来ません。怖さが消える日も来ません。3000年分の記録のどこにも消えたとは書いていないんだから、待っても無駄です。書いてあるのは一つだけ。ビクビクしながら踏んだものが終わってみれば吉。怖いまま組む。震えるのは止めなくていい。震えながら虎の尾の後ろを歩くのは挑戦の出来損ないではなくて、3000年前から記録されている一番成功率の高い踏み方なんです。